ライブ 2D 塾プレゼンツアライブ2021クリエイター座談会。ライブ 2D を仕事にするライブ 2D プロクリエイターはこうして生まれた。パチ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 。イェーイアライブ2021をご覧の皆さん、こんにちは。ライブ 2D 塾所属バーチャル YouTuber の音崎ゆなです。同じくキューブくんです。はい。というわけで、このコーナーは私が MC を担当させていただきます。よろしくお願いします、キューブさん。はい。よろしくお願いします。キューブさんはもういろんなコーナーに引っ張りだこですよね。そうなんですよね。キューブさんの大活躍に博士やジョジョさんも喜んでましたよ。本当ですか？博士、はい、見てますか？博士博士はい。じゃあゆなさんもね、頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい。で、それでですね、これまでのクリエイター座談会でも素敵なゲストの方々が登場されていましたが、今回も本当に素敵なゲストの皆さんに来ていただいてますよ。おー、楽しみですね。はい。はい。楽しみにしていてくださいね。ライブ 2D を仕事にするライブ 2D プロクリエイターはこうして生まれたは、企業や個人の方から実際に依頼を受けて活動していらっしゃるプロのライブ 2D クリエイターの方々をゲストにお招きしまして、ライブ 2D クリエイターならではの様々なお話をお聞きしようという座談会となっております。おー、プロのクリエイターの方のお話を聞けるっていうのは貴重ですね。はい、そうなんです。これからライブ 2D を勉強していこうかなと思っている方や、ライブ 2D でお仕事をしていきたいなと思っている方には、とっても役に立つ内容になると思いますので、ぜひ皆さん楽しんでいってください。はい、それでは皆さん気になっているかと思いますので、早速ゲストの方をご紹介したいと思います。はい。はい、今回のゲストはこちらの方々です。プロのライブ 2D クリエイターとして活躍していらっしゃるケッフィーさん、ナナメさん、フミさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お三方ともライブ 2D クリエイターとして本当に有名な方なんですよね、キューブさん。そうなんですよ。はい。ライブ 2D を勉強したことある方なら一度は名前を聞いたことがあるというようなね、豪華なメンバーですよね。はい、そうですよね。はい、今日はそんな素敵なゲストの皆さんに、ライブ 2D のことをたくさん聞いていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、改めて本日のゲストの方々をご紹介したいと思います。はい。まずは、ケッフィーさんです。ライブ 2D デザイナーのケフィーと申します。本日はこんな場に招いていただきまして大変光栄です。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ケッフィーさんはですね、普段は企業でアプリのゲームの 2D モーションの制作を行いつつ、副業でも VTuber 用のライブ 2D モデル制作を請け負っておられるそうです。はい。はい。これまではどんな作品を作っていらっしゃったんでしょうか？そうですね。会社では、ボスモンスターのモーション作成とか、アプリゲームでよく見るような、立ち絵のライブ 2D モデルの制作を行わせていただいております。はい。VTuber はどんな VTuber が多いんですか？そうですね。VTuber は、個人様から企業様のモデルまで幅広く制作させていただいております。今はあれですかね、ホロライブのモデルが結構多かったりするんですかね。そうですね。今はホロライブ中心で、請負をさせていただいております。でもね、有名な VTuber のモデラーをされてる方で、本当にすごいなと思いました。本当にありがたいと思います。こちら、普段はモデル制作される際は、どういったことのこだわりとかあるんですかね。最近はよく高稼働なモデルが目立つと思うんですけど、はい。よく動くだけではなく、絵としての可愛さも両立したようなモデルを目指すように心がけています。ああ、なるほどね。確かにイラストもすごく可愛い。イラストの可愛さを生かしたモデルってたくさんね、多いと思います。あとですね、ユナメモによりますと、ケッフィーさんはですね、ゲームがとても大好きだそうで、そうなんです。スプラトゥーンだったり、エイペックスをプレイされているとか。はい、もう隙間の時間を見つけては、はい。ちょこちょこと
するようにしています。はい。すごくうまそうですね。いえ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 、全然です。で在宅勤務が今はね、増えてきたそうで、自宅の作業環境の向上にも取り組んでいらっしゃるそうですね。はい、そうなんです。うん最近もちょっとお高めにアイスを買って、あ、そうなんですね。そうちょっと腰痛があったので、いい椅子を買わないとなと思ってて、自分に合う椅子をようやく見つけることができました。腰痛は改善されましたか？もうバッチリです。よかったです。はい。はい。そういった健康志向も強まってらっしゃるということで、ジムにも通われてるんですよね。そうなんです。ちょっと最近座り仕事がもうすごい多くて、はいはいはい日に日にこう体力が落ち込んできているのを感じていて、このままだといけないなって思って、はい。とりあえずジムに登録して、もうあとはもったいないって気持ちをこう、出させることでどうにかこうにかジムに自分自身を通わせようとしています。大事ですね。すごい。健康志向も考えられていて、そんなケフィーさんです。今日はよろしくお願いします。ははい、よろしくお願いいたします。い。では続いて、ななめさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。ななめさんはですね、フリーでライブ 2D モデリングやモーション制作、イラスト、デザインなどのお仕事を受けておられるそうです。はい。はい。これまではどういったモデルを制作されてきたんでしょうか？そうですね。個人さんの VTube モデルの、イラストから担当させていただくこともありますし、最近だと企業さんのモデルも担当させていただいたりしています。こちらの音楽個人系 VTuber の歌詞のつくねさん。はい。こちらギターを弾いているモデルですけれども、そうですね。配信中にもはい弾き語りができるようにっていうことで、はい。実際にギターの指の置き方とかも教えていただいて、資料を集めつつ、モーションで動かしたりとかしました。すごいですね。ギターが弾けるんですね。配信中にしかも。はい。すごいですね。でこちらがゾーン公式アンバサダーのゾンコさん。はい。こちらはなんかすごい尖ったデザインですね。そうですね。めっちゃかっこいいデザインで可愛い子なんですけど。かっこいいです。ゾーンのその宣伝をするために YouTube 活動とかをしている子なんですけど、はい。そこで実際にゾーンを試飲してその感想を言ったりとか、ゾーンの魅力とかをお伝えする子になっているので、はい。その缶を飲むモーションだったりとか、はい。そういう可愛さが出るように制作をしました。あ、すごいですね。本当に缶ジュースを飲んでますね。美味しそうに飲んでますね。美味しそうにごくごくありがとうごと。ざいます。可愛いです。ありがとうございます。ですね、稲メモによりますと、ななめさんは、時々 YouTube で配信もされているそうですね。はい、してます。ゲームとか、そういった配信ですか？そうですね、ゲームと、あとはお仕事をしてるときに、ちょっと作業雑談みたいな感じで、作業枠を取ったりとかしています。なるほどですね。そしてあとですね、猫とサボテンが好きだそうです。はい。かわいい。家にあるんですか？仕事とかで疲れたときは、はい、YouTube でひたすら猫の動画見たりとか。猫の動画をはい。見てリラックス。サボテンを育てたりとかしています。はい、いいですね。サボテンが家にあると落ち着きますか？かわいいです。なるほどです。ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。続いて、ふみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふみさんはですね、今はフリーランスでお仕事をしていらっしゃっておりまして、個人さんや企業さんからのご依頼だったり、ゲーム会社さんの開発のディレクションなどをされているそうです。たまに非常勤講師や特別講師という形で専門学校にライブ 2D を教えに行ったりもしていらっしゃるそうです。はい。ふみ先生ですね。実際に結構学生の方から先生と呼ばれるようになってしまったって感じですね。あ、そうなんですね。ふみさんですが、どういった普段モデルを作っていらっしゃるんでしょうか？はい。主にはお二方と同じなんですけども、はい、VTuber 用のモデルを撮影しているのが主でして、他にも Live2D の案件のゲームを作りたいっていう会社さんがまだ結構いらっしゃいまして、はい、でそこの一番最初の部分のなんかディレクションの手伝いだったりだとか、その設計だったりとかの手伝いをたまにやっていたりとかしますね。
で、最近、直近で作られたっていうのがこちらの黒猫さんのライブ 2D モデルはい。制作でいらっしゃるんですよね。はい。こちらも素敵なデザインのモデルですね。イラストレーターさんが英一さんなんですけども、はいすごい素晴らしいイラストをはい前回から担当させていただいているので、はい。まあ、その英一さんの魅力を出しつつ、黒猫さんの魅力も出せるように、うんうん。細かいところにこだわったみたいな形ですかね。そう、かっこよさもあり、なんかちょっとふわふわとした動きも、の可愛さもあり、そうですね。本当に素敵な黒猫さん自身が結構かはいっこいいようなクリエイターでもあそうでりつつ、すね。はい。ちょっとやっぱここは可愛さ欲しいとかっていうのを結構何度もやり。り取りさせていただいたので、はい。その辺がうまいことを表現できてればいいなっていう感じですかね。そういったこだわりもあるはいモデルだったんですね。はい。なめもによりますと、ふみさんはもう最近 YouTube にて配信をされているそうですね。はい。自身で、まあ、10日でマスターライブ 2D モデリングっていう、はいあこちらの本ですねまあ本を出版しておりまして、はい。ちょっとこの中身の紹介的なものだったりだとか、ちょっとライブ 2D のなんか VTuber モデル以外のものとかも作ってみて、はいはいなんかこういう風なのもできるっていうようなのを展開していけないなと思って今始めました。ああ、なるほど。そしてですね、ふみさんも昔からゲーマーだそうで、Apex はもちろん、非化戦、光の戦士なので、FF14 にどっぷりハマっておられるそうですね。ましたね。Apex にハマりすぎて 240Hz 出るようなモニター買ったりだとか、おーもうクリエイターなのかゲーマーなのかみたいな。それで皆さんはゲームがお好きだそうで、大好きです。そんなお三方に今日はお話を聞いていきたいと思いますが、では、質問に参りましょうか、キューブさん。はい。行ってみましょはい。では、最初の質問です。皆さんがライブ 2D に興味を持ったきっかけは何でしょうか？では、ケフィーさんから教えていただいてもよろしいでしょうか？はい。はい。お願いします。そうですね。僕がライブ 2D に興味を持ったきっかけなんですけど、はい。 2016年に Twitter や、ピクシブ内においてライブ 2D を用いて1枚を動かすゴイラっていう文化がちょっと流行ったんですけれども、それを見てかなりライブ 2D に興味を持ちましたね。う。こんなに動かすことができるんだって。で、僕自身も当時イラストを描いていたので、完成されたイラストに一手間加えることで、これほど付加価値をもたらすことができるんだなって、本当に驚きました。ああ、なるほど。最初はウゴイラっていうものから始まったんですね、ライブ 2D は。そうなんです。僕の中では。これは何で動かされてるんだろうって、調べていくうちにライブ 2D に行き着いた感じですね。なるほど、ありがとうございます。では、ななめさんはいかがでしょうか？はい。私は一番最初に、ディスティニーチャイルドっていうアプリで、キャラクターが動いてるのがすごいっていうので、興味をまず惹かれました。結構他のゲームでも、そのタイトル画面でちょっと動くとかはあったんですけど、はい。その当時ってまだまだキャラが立ちっぱなしというか、静止画のものが多かったので、なんかこんなにたくさんのキャラがこんなにリッチに動くのすごいなって思って、はい、はい、はい。そこからライブ 2D というものを知りました。なるほど。そのゲームがきっかけでライブ 2D を知っていただいて、その動きを見て興味を持っていただいたということなんですね。そうですね。あで当りがとうございます時ゲーム会社に勤めてて、はいそこではイラストとか UI の業務を中心にやってたんですけど、その新規タイトル立ち上がるときにライブ 2D もやってみるってところで、その他にライブ 2D をしてる方とかも全然いない状態だったので、はい、はい、はい。興味がありますと手を挙げたのが、そはいのライブ 2D に関わり始めた最初のきっかけではあります。はあ、なるほど。ありがとうございます。はい。はい、では、続いて、ふみさん、お願いします。はい。僕が興味持ったきっかけなんですけど、はい、僕自身専門学校を卒業しているんですけども、はい、専門学校3年生の最後に、卒業制作っていうものがあって、自分で何かを考えて、クリエイトするって発表するみたいなっていうものだったんですけども、はい、でそこで、友人たちとチームを組んで、ノベルゲームを作ろうみたいな形で、ノベルゲーム的なものを
作ろうとしてて、で、僕はキャラクターデザインとかイラストをずっとやっていたので、キャラクターを描いてたんですけども、ノベルゲームでもやっぱ立ち絵がこう、映ってるだけなものだったので、なんか面白いことなんかないかなとかっていうのを、ちょっといろいろとネット探したりとかしたときに、たまたまネットの記事で、ライブ2D社さんが、以前そのサイバーノイズさんって名前だった頃なんですけども、その、ライブ 2D というものを使って 2D を動かす技術があるみたいなっていう記事を見かけして、興味を持ち、もうその卒業制作でぜひ使いたいと思って、自分でこうアポイントを取りに行って、で、なんかポートフォリオと企画書を持って、すごい。すごい。一気に突っ込んだというか、ぜひ、お話聞かせてくださいっていうふうに、前向きに、お返事いただいて、ラブ 2D 社さんにかかって、説明したら、こう、いろいろと、なんだったら中で、ちょっとやってみないかっていうお話をいただき、やり始めたって感じですかね。すごい、ライブ 2D の中の、と実際関わりがあったっていうことですか？そうなんです。めちゃくちゃ昔に。驚きです。13年くらいなんですけどね。へー。なるほど。そんなところから、キューブさん知ってましたか？いや、僕もまだ全然、知らない頃の、だから大先輩ですね、僕からしたら。そうですね。キューブ先輩の先輩ということで。ふみ先生であり、ふみ先輩であり。先輩である。そうなんですね。お三方ともライブ 2D を始めた頃っていうのは、ライブ 2D があんまりこう浸透していなかった時代に興味を持たれたんですね。そうですね。なんですよ。そう、なんか結構聞いてると、ふみさんが、いわゆるゲームの立ち絵から入ってっていう感じで、ななめさんはちょっとポーズ付きのゲームですよね。イラストから入って、ケッフィーさんは、動くイラストから入ってっていう感じで、結構、3方ともそれぞれ、最初のきっかけが違うんだなっていうのは結構興味深いなと、ああ、確かにそうですね。それぞれいろんなところから。その頃多分 YouTuber じゃない、VTuber っていう文化も全然なかった頃なかったですね。なかったですね。そうですね。今でこそね、ライブ 2D といえば VTuber みたいな感じになってますけど。ゲーム、動かすものみたいないう認識でしたね。本当にゲームに使われてるか、個人で使うとしたら本当に動くイラストで、動画を作るためのものみたいな。なるほど。昔はそういったライブ 2D は使われ方をしていたと。でその頃から、皆さんがライブ 2D を触り始めていたということですね。ではそんなお三方ですけれども、ライブ 2D を最初に知っていただいてから、ライブ 2D をマスターしていくにあたって、皆さんはどのように、ライブ 2D を学んでいったのでしょうか？また、ケフィーさんからお伺いしてよろしいでしょうか？はい。じゃあ僕からいきますね。はい。僕がライブ 2D を学んだ方法は、まず一つ目は、ライブ 2D 社さんが提供してくださっている公式マニュアルの実力だったり、その提供してくださっているサンプルモデルを見て、同じようなモデルを作っていたり、あともう一つは、上吉理香先生が書かれているビギナーのためのライブ 2D テクニックという教本があるのですが、こちらを読んだりだとか、あとは、数は本当に少ないんですけど、Twitter 上でも結構ノウハウのツイートとかが投稿されてたりもするので、それを全力で見漁ったりとか、この時もタイトル数はとっても少ないんですけど、ライブ 2D 採用タイトルがちらほらと出始めてきている時期でして、そのモデルの、PV やらを見て、こうやって作られてるんだって、見よう見真似で技術をうまいこと真似て実践してみたりとかしてましたね。なるほど。少ない情報を、ご自身でかき集めつつ、スキルを身につけたっていう形なんですね。そうなんですよ。本当に大変でした。すごい大変だったんですね。なんもないって言いながら。はい。もうどうにかこうにか。では、ななめさんはどんな風に学ばれましたか？はい。私もケフィさんと同じく公式マニュアルとかサンプルモデルをすごい見て、なるべくそのゲームのタイトルで使われる
モデルを作ろうとしてたので、はい。やっぱり他の人が見ても綺麗なモデルになるためには、なるべくその我流じゃなくて、なんかこう、型というか、綺麗なデータを作りたいなと思って、そこでまず公式の資料とかをたくさん見て、それを見つつ、そのモデルを作ったりとかしていきました。で、そのモデルを作りながら、その時に学んだこととかをノートとかにブログとしてまとめて公表したりしつつ、やっていきました。で、最近だと、その YouTube とか Twitter でノウハウ共有がすごい増えてきたので、それを見ながら勉強させていただいたりしています。そうですね。ご自身で学ばれたことをさらに他の方に広めるために記事の執筆とかもされていたんですね。そうですね。やっぱり当時は情報が本当に少なかったので、私の周りのエンジニアさんの界隈とかだと結構ノウハウを共有したりとかする文化が盛んだったので、なんかライブ 2D もそういう文化になったらいいなっていう願いを込めつつ、勉強メモを上げたりしていました。なるほど。キューブさん、私もですね、ななめさんの記事見たことありますけど、キューブさんも見たことあります？そう、多分この辺の方々はみんなななめさんの記事を見て勉強されてる。はい、見たことあります。ありがとうございます。本当になんか、界隈への、なんていうんですかね、情報共有するっていう姿勢がすごい方だなとずっと思っていて。ありがとうございます。そうですよね。本当助かってますね。はい、助かってます。今はもうノウハウがたくさんあるので、私が書くことはもうほぼほぼなくなってきてるんですけど、見てくださってる方が多くてありがとうございます。はい、もう助かってると思います。たくさんのクリエイターの皆さんが。お礼を言いたいと思います。ななめさんに。ありがとうございます。はい。では、ふみさんはどのように学ばれましたか？そうですね。最近、もうほとんどお二方と同じなんですけど、最近の学び方は結構 SNS を見てるんですけども、一番最初の学び方は、先ほど言ったライブ 2D 社さんに実際にその中で学ばせていただいたっていうのが、あるんですけども、その後はゲーム会社に就職した後は、ライブ 2D 社さんが出しているマニュアルをもう隅から隅まで見て、いろいろな試したりとかしたっていうのがありつつ、ゲーム開発する上で結構、まだライブ 2D 社さんも、マニュアルだったり作りながらみたいなのだったので、もう問い合わせフォームみたいなところに、これってこうですかみたいなとか、どんどん投げたりとかよくしてましたね。もう直接ライブ 2D の方に聞いてノウハウを得られてたんですね。アグレッシブですよね。そうですよね。行動力がすごい。行動力がすごい。本当になんかお三方ともおっしゃってて、僕も結構そうなんですけど、やっぱり公式のマニュアルね、なんか結構好評というか、見て覚えてるって方多いですかね。今のマニュアルはすごい完璧というか、もうあれを見ればみんな誰でもできると思います。いや、ありがたいことですね。ありがたいですね。マニュアルとかね、チュートリアルとか結構綺麗にまとまってて見やすいかなと思うんですけど、僕も結構最初の方は活用して作ったね。なんかもっとね、踏み込んだ内容の講座とかがね、あればもっといいかなとは思うんですけどね。今、キューブ先輩なんて言いましたか？もうちょっと踏み込んだ内容の講座とかがあったら、もっといいのになって思ったことはありますね。踏み込んだ講座の内容。それ、私ちょっと聞いたことあるんですけども、実はですね、今そんなキューブさんも学べるような、ライブ 2D の学習を月額990円で気軽にできてしまうっていうサービスがある、そうなんですよ。あるんですか？知らなかった。そうなんです。皆さんもね、すごく苦労して、ライブ 2D の情報を手に入れていたと思うんですけれども、そんな、ライブ 2D についてがギュッと詰まった講座動画がたくさんある、その名も、キューブさん。僕がいいんですか？ライブ 2D 塾です。はい、そうなんです。ライブ 2D 塾というサービスがあるんですよ。はい。そうなんですよ。まさに今日来ていらっしゃるゲストの方のようなね、
プロのライブ 2D クリエイターになりたいという方にぴったりのサービスになってますね。はい、そうなんですよ。もちろんね、初級者の方も一から学んでいただけますし、中級者や上級者の方に向けた講座もありますので、さらにレベルアップしたいという方にもおすすめですよ。ライブ 2D 塾は、ライブ 2D クリエイティブスタジオの YouTube チャンネルメンバーシップ会員になっていただくと見られる講座動画ですので、ぜひチェックしてみてくださいね。よろしくお願いします。チェックしてください。よろしくお願いしま入す。会してきます。はい今からありがとうございます。す。急がなきゃ。という、宣伝でした。皆さんちょっと長かったですね。付き合ってくださってありがとうございます。では、そんなところで次の質問に行きましょうか。はい。はい。ライブ 2D を勉強されてきたお三方ですけれども、最初のライブ 2D 案件を獲得した経緯っていうのはどのようなものでしたでしょうか。ではまたケフィさんからお願いします。そうですね。僕が最初にライブ 2D 案件を、受けたきっかけ、経緯ですね。Twitter 上で、そうですね。素直に VTuber 案件を受けてみたいってツイートを実はさせていただいたことがあるんですけど、そのツイートが本当にありがたいことに拡散していただくことができまして、でその流れから、そのツイートから何件かお依頼をいただきまして、初めて案件を受けることが、できましたね。ああ、なるほどですね。そうですね。2018年からですかね、ライブ 2D を用いた、2D による VTuber さんが、数多く出てきまして、はい。で、これはもしかしたら、自分のスキルを活かした挑戦ができるかもって、結構思いがありまして、はい。で、僕自身も VTuber さんの配信を当時から見ていまして、自分もこの面白そうな輪の中にちょっと入ってみたいなという思いにも後押しされた部分も大きかったですね。なるほど。その VTuber が流行り出した時に、もうこんな目に乗ろうという気持ちでお仕事を始められたんですね。そうです。その頃はご自身では VTuber モデルの制作とかはされてたりしたんですか？いいえ、まだその作成したこととかは全くなくて、はい。会社とかではこう似たような、アプリゲーム用のモデルとかの制作経験っていうのはあったんですけど、はい。またVTuber モデル用のライブ 2D モデルって勝手が違うと思うんですけど、はいはいはい。そのあたりの経験とかもしてみたかったので、はい。ぜひとも受けられないかなって流れになりました。イラストを動かすっていう経験を生かして、新しく VTuber を作るということに挑戦されようと思ったわけですね。そうです。そして、案件を獲得されたと。すごいですね、本当に。本当に運が良かったと思います。今考えてみても。なるほど。ななめさんはどのように獲得されましたか？そうですね。私は3つのやり方でいただいたんですけど、まず一番最初は、確かライブ 2D デザイナーの知人の方にゲーム案件のお仕事をいただいたってことが一番最初で、だったんですけど、そのゲーム案件って結構実績公開が NG のものだったりとかが多いので、はい、この辺が実績公開ができる VTuber モデルとかもやってみたいなと思って、この Twitter で呼びかけたってこともあります。はい。で、あとは、ライブ 2D アライブで、その懇親会とかで企業さんとかがいらっしゃったりとかするので、その時に名刺交換とかご挨拶とかをして、そこから何度か案件をいただいたこともあります。はあ。二方ともやっぱツイッターからなんですね、キューブさん。そうですね。発信していくのが大事っていうことですね。はい、そうですよね。ふみさんはいかがですか？はい、僕も二方と同じなんですけど、はい。僕が最初に、いただいた案件は、カバーさんからの、VTuber モデルの作成のご依頼がありまして、はい。その頃なんですけども、たまたま僕がライブ 3D をちょっと早くやっていて、で、自分のイラストを動かしたものをツイッター上にいくつか上げてたんですけども、はい。それを見ていただいて、ちょっとご連絡いただいて、やらせていただいたみたいなっていうのが一番最初になりますかね。一番最初がカバーさんからの依頼での VTuber の制作だったんですね。そうですね。その頃は個人の VTuber っていうものすらもなかったので、企業さんがやり始めたいっていうのをいち早くやってる、動き始めた会社さんがカバーさんで、ご依頼いただいて、で、その後は、
カバさんの、実績公開してもいいっていうものだったので、してからは、こう、いろんな個人様だったりとか、他の企業様からもいただくようになったみたいな形になります。はあ、ふみさんが本当にいち早く、そういったライブ 2D に、興味を持たれていたからこその依頼だったというわけですね。そうですね。あの頃は本当に数えるほどぐらいしかやってるっていう方を知らなかったレベルだったので。なるほどですね。いや、本当に今と比べると、ライブ 2D できるデザイナーの方って本当にいなかったですよね。本当にいなかったですね。数えるぐらいでしたよね。ほぼ名前も覚えられるぐらい。顔見知りぐらいの感じです。そうですね。なるほど。今本当に増えましたからね。そうですよね。今始める方、そう大変だなと思いますけど。そうですね。そう考えると皆さんが本当にいち早くライブ 2D というものを、認知して VTuber という文化にもこう、目をつけたといいますか、これから盛り上がるっていう風に思われていたっていうのがまたすごいですね。そんな感じでですね、今は大活躍されている皆さんですけれども、案件を受けていく中で一番苦労したことは何かあったりしますでしょうか？では、またケッフィーさんからよろしくお願いします。はい。案件を受けていく中で苦労したことなんですけど、ちょっと企業の中で受けてることと、その個人で受けてることでちょっと違った悩みがあって、はい。ちょっと別々で語らせてもらえればなと思います。はい。で、企業内で苦労したことなんですけど、結構レギュレーションがガチガチに引かれていることが、多分どこの会社さんでもそうだとは思うんですけど、そのレギュレーションに沿う形で制作をするっていうことが、かなり大変でしたね。多分想像よりも多くの方々がデータを共有管理することになるので、綺麗なデータ作りが、多分、その制作現場では求められてくると思います。例えば、テクスチャーアトラスの整理だったり、取り込まれている原画の状態だったり、デフォーマーの管理、ちゃんと、そのレギュレーション通りの名前で管理されてるかとか、子が親からはみ出してないかとか、そういったところですね。はい、はい。当初は独りよがりなモデルを作ってしまいまして、本題からよく指導を受けておりました。そうですね、副業の方で僕が苦労したというか、これは本当に今でも言えることなんですけど、はい。そのライブ 2D モデル制作に対しての全責任が自分にあるっていうことですかね。でこれは担当者欄に自分の名前が載ることになるので、責任の重さが企業の中で制作するのとではちょっとまるで違うというか、その責任の量はどちらも、企業であっても個人であっても変わらないんですけど、自分の名前が世の中に出るっていうことはまた違った責任の重さがありますね。ただこれはもうその、いいも悪いも全て自分が受け止めることができる状態になってるってことで、クリエイターにとってはとてもいい状態なんじゃないかなって思っています。なるほど。プレッシャーも大きいですけれども、その分、やっぱりやりがいも大きいといった感じなんですね。はい。違いますね。いいですね。本当にだからケフィーさんなんかは特にチームでの制作っていうのと、個人での制作っていうのを両方経験されてらっしゃる方だと思うんですけど、はい、そうですよね。どちらも違った難しさがあるというか、チーム制作だとやっぱりどれだけこう分かりやすく綺麗なデータを作るかっていうのがやっぱり大事になってくるのかなと思っていて、結構そうですね。今個人で VTuber 制作されてる方とかたくさんいらっしゃって、本当に飛び道具的なというか、いろんな凝った表現とかされてる方は多いんですけど、やっぱそういうスキルとはまた別にこうチームでやっていく上でのね、その分かりやすい他の方が調整とか入っても大丈夫なデータを作るっていうスキルってやっぱまたね別で出てくるかなと思うんですよね。そうですね。この辺の話はやっぱ経験された方ではないとなかなかピンとこない話かもしれないですね。そうですね。貴重なお話ありがとうございます。ありがとうございます。ななめさんはいかがでしょうか？はい。私もその企業目線と個人目線の2つがあるんですけど、はい。まず会社員だった時に、管理だったりとか仕様を作ったりとかをしていたので、はい。他の方もその資料を見つつ、その仕様に沿って制作をしていくので、その漏れがないように、そ
それこそテクスチャーサイズだったりとか、こうはみ出さないようにするとか、まず最初にライブ 2D の仕様だったりとか、ゲームで快適に動かせるモデルだったりとか、なんか先のことまで考えた、データの作りとかを考えないといけない時が多分一番大変で、で、個人になってからは、やっぱりずっと会社員で制作していたので、やっぱり裏方精神が染みついてしまったというか、やっぱり仕様通りに作るっていうことはできるんですけど、そこから一歩先に踏み込んだ、なんか自分の個性を出すだったりとか、自分なりの表現を入れるってところが、すごい苦戦していて、今でも、たくさんの VTuber のモデルを見て勉強させていただくことが多いんですけど、こんな表現あったんだみたいなのを後から気づくことがすごく多くて、そこに今ずっと苦労してます。なるほど。はい。やっぱりこだわってクリエイティブなものを作ろうとすると、ちょっと仕様に縛られてしまったりとか、そういった葛藤があったりするんですね。そうですね。そうですね。それで言うと、キッフィーさんのモデルは本当に見たことないような表現とか、すごい魅力の詰まったモデルが多いので、本当にいつも、刺激をいただいております。すごい大変光栄です。ありがとうございます。なんか恥ずかしいですね。ありがとうございます。いいですね。すごいですよね。クリエイター同士で刺激を与え合っているってすごくいいですね。なんか、斜めさんのお話で言うと、VTuber 用のモデルとゲーム用のモデルっていう違いも結構大きいかなと思うんですけど、ゲーム用のモデルだとより重さとかをシビアに気にしないといけないとかはありますかね。そうですね。パーツ数もやっぱりそんなに細かくできないというか、テクスチャのサイズも制限があったりとかするので、やっぱり限界はあるなと思いますね。また違った難しさがあるっていう感じですかね。そうですね。はい。では、ふみさんはどんな苦労とかありましたか？はい、僕もほぼほぼ二方と同じなんですけど、はい。もともとゲーム業界に長かった身でして、はい。本当にレギュレーションかっちりと決まってるようなものだったりとかのモデル作りが、体に染みついているので、結構 SNS とかで見てたりとか、ケフィーさんもそうですけど、結構自由な発想で、なんか物の表現をしたりだとか、なんかすごい奥行きを出したりだとか、なんかアクセサリーの揺れをすごいキラキラさせたりだとかっていうのとかを、結構、なんでしょう、発想クリエイティブして、表現するっていうのが、ちょっと自分に欠けているというか、なんか、綺麗にコンパクトじゃないですけども、正しく動かすっていう方を、なんか一に考えて、なんかちょっと外れた、すごい自由な発想の、ものづくりっていうものをちょっと、いつも模索しながらなんか苦戦したりとかはよくしてますかね。はあ、すごい。今でも、また新しい、このクリエイティブな発想っていうのを、ずっと追い求めていらっしゃるというか。そうですね。すごい進化されているんですね。あと、ちょっと違う話で言うと、はい。最近ですと、結構 VTuber が流行ってきたりとかしていて、海外の方からも、ライブ3のご依頼が増えるようになってきて、メールのやり取りだとか、いろんなものの進め方っていうものに関して結構コミュニケーションを取るのもちょっと難しくなってきたなっていうのもあります。わかります。わかりますね。すごい皆さん共感していらっしゃる。あと、ちょっと僕の話でもあるんですけども、はい。出版した本の作るのが結構苦労したのがありまして、はい。ライブ3をこれから学びたいっていう人が多分多い時期であったので、はい。誰が読んでもわかりやすく、結構ノウハウ本って買って満足する方がほとんどだと思うんですけど、確かに。どうにか入りやすいものを作るっていうので結構苦戦しましたね、あそこは。じゃあそれだけ初心者の方にも手に取ってもらえるような本を作成されたということですか？そうですね。ぜひぜひ皆さんチェックしてみてくださいね、ふみさんの。ぜひぜひ。わかりやすい本なので、僕も持ってます。私も持ってます。ありがとうございます。それ、海外の話で言いますと、やっぱライブ 2D は最近はやっぱり海外の方の需要も多くなっているということなんですかね。ですね。VTuber がすごい
流行り始めてから、うんいろんな国の方も見てる方が増えてきたので、そこでなんか自分も挑戦したい方が結構増えてきたと思いますね。クライアントさんの中には、こう、翻訳される方が実はパートナーにいる状態で、こう、案件がスタートするなんてことも、最近は珍しくないみたいですよ。すごい。なるほど。自分がやった方の中にはもう、日本語と英語を翻訳してくれる方がこう仲介に立ってて、そういった中でやり取りをしたことがありましたね。これはすごいって思いましすた。ごいですね。もうそこまでしてもキフィさんに頼みたいっていうことですよね。そういうことですよね。そうなんでしょうか。いや、でも本当、貴重な経験はさせてもらったことが僕もあります。やっぱ皆さん海外からの、発注というかが、今年とかですかね、増えてきてる感じですか？そうですね。昨年ぐらいから多いですよ。うん、昨年の下半期ぐらいかな。ここ最近なんですね、でも。ですね。そういうのってあまりまだ海外にはクリエイターが、なんか需要に対して海外のクリエイターまだ追いついてないっていう感じなんですかね。多分、そうですね。なんか僕の本も結構たまに海外の方から、英語版だとか、海外の訳した本を出してほしいって僕に直接問い合わせが来たりとかするので、多分、ライブ 2D を触れるクリエイターがやっぱり日本に多くて、やっぱ海外の方も日本のクリエイターを頑張って探して依頼するみたいなのが多分今なんじゃないかなと思いますね。そもそもやっぱ海外向けのノウハウがまだあんまり充実してない。そうですね。最近は結構でも、ライブ 2D 海外のクリエイターの方も結構増えてきましたよね。そうですね。最近目立つようになってきますよね。もう、すごい良くなって思ったら、海外のライブ 2D モデラーさんが制作してるモデルだったっていうのありますね。珍しくないというか。なんか、ライブ 2D が海外に広がることによって、また、なんか違った、クリエイティブを、海外の方が発掘してくれそうな感じで、ちょっとワクワクしますね。そうですね。逆に言うと今結構チャンスかもしれないですね。まだ海外需要をゲットするという意味では、今のうちかもしれないです。そうですね。まだまだあると思いますね。そうですよね。これから個人で活動していこうっていう方も、もし海外の依頼でも受けられますっていう風に海外対応できると、もしかしたら強いかもしれないですね。英語を勉強しましょう。そうやって英語で依頼されるとちょっと大変っていうことでしたけれども、それはそれでライブ 2D が海外に広がっているっていうことで嬉しい悩みではありますよね。これまでになかったような悩みですからね。本当に喜ばしいことだと思います。そうですね。結構レギュレーションがね、難しいっていう話もあったんですけど、なんか個人で受けてるお仕事で、多分、もう完全に個人で完結する VTuber のお仕事とか、多く受けられてると思うんですけど、そういう中でも結構モデルの綺麗さとかって意識したりはしてますか？皆さん。そうですね。モデルの綺麗さは、もうなるべく、結構表からは見えない部分ではあるんですけど、綺麗に管理してる方が、もうそのデータを他の方が触った時にも純粋に見やすいですし、あと自分自身の、なんでしょう、思考もクリアになるというか、自分自身のためにも、きちんと整理整頓を心がけてはいますね。そうですね。VTuber だと、やっぱり個人の方が多いので、そういう時って、今は結構このモデルぐらいのクオリティでみたいな感じの指標がある程度あったと思うんですけど、一番最初の方はやっぱりまだあんまり数がいなかったので、どのクオリティラインにするとか、どういう動きするみたいな話を結構コミュニケーション密に取らないといけなかったところがあって、そこが制作とはまた違う、ライブ 2D っていう技術を知らない方に分かりやすく伝えられるってことが結構、大事だったというか難しかったなと思います。コミュニケーションスキル。コミュニケーションスキル。はい、求められますね。欲しい。やっぱり個人さんって予算とか期限とかも結構まちまちだったりとか、で、そこでどのぐらい、自分としてのモデリングの責任というか、こういうクオリティで出したいっていうのと、ご予算とか、そういういろいろな事情とかも
兼ね合いつつ、いい感じになるにはどうしたらみたいな、そういう模索期間は結構ありましたね。そうですよね。個人の仕事だからといって自由に何でもできるかというとそうでもないところありますよね。みさんとかどうですか？そうですね。結構、個人の方、企業の方もそうなんですけど、やっぱまだライブ 2D を、最近は知ってる方の方が増えてきたんですけども、またたまに、そのライブ 2D の仕組みを知らないでご依頼されてくる方に、僕は結構キャラクターデザインも VTuber のキャラクターデザインもしたりするので、そのライブ 2D、なんか VTuber のご依頼をお願いしますだと、イラストの方をお願いしてるのか、ライブ 2D をお願いしてるのかとかっていうのもあったりとか、あとその VTuber のそのご依頼をすれば、もうそのイラストもライブ 2D もセットで出来上がってくるっていう認識でいらっしゃる方結構いますね。いらっしゃいますね。なんか、ライブ 2D のお話を進めていく上で、そのイラストはいついつ用意していただく形ですかねみたいなっていうのを聞くと、イラストって必要なんですかねみたいなとかっていう、こともたまにあったりするので、やっぱりその辺はうまいこと、なんでしょう。コミュニケーションを取ってアプローチして、なんかどういう段取りで進めますかとか、企業さんもそうですけど、そのイラストレーターさんに向けて、結構やっぱり皆さん苦労すると思うんですけど、パーツ分けだったりとかをどう説明するかとかもあったりとか、なんか、わかりやすいものをこちらから提示したりだとか、結構僕はやるのは、ライブ 2D 社さんのマニュアルの、ここ見てもらうとパーツ分け大体わかりますみたいなのとかっていうのも、使用させてもらうこともあるんですけども。ありがたいですね。マニュアルが役に立ってる。そうですね。やっぱり特にライブ 2D の難しいところはやっぱりイラストレーターさんが別だったりするとまたそこともうまく連携、ないこともあるんですけど、取れた方がより良いものができるみたいなところもあって。そうですね。そうですね。間違いないですね。ここは。やっぱり、ライブ 2D を触れる方って、僕的にはやっぱりイラストも描けた方がいいと思ってて、やっぱりライブ 2D 触る僕らは、多少、イラストのパーツ分け足りない部分だったり、自分でここもっと細かくしたいなっていうのはできると思うんですけど、そこを自分でやるのか、イラストレーターさんにお願いするのかっていうのも結構、どこまでやるかっていう悩みのことだったりとか、その辺のコミュニケーションも大事だったりとかしますね。難しいですよね。でも、だんだんとその VTuber だったりとか、ライブ 2D の認知度が上がったことによって、そのイラストレーターさんとそのパーツ分けだったりとか、その連携がすごい取れたりとか、そのコミュニケーションがどんどんなんか近年楽になってきてるなっていうのはすごい思いますね。やっぱ積み重ねでなってますね。なんか、最近だと、そのクライアントさんと、そのモデラーさんと、あとイラストレーターさんの3社が入ってるディスコードサーバーがあって、そこでもう、一気に打ち合わせをしてしまったり、みたいなのがあって、かなりコミュニケーションコストも減って、より良いモデルが作れるようになってきてる環境にはありますね。理想ですよね、それがね。理想ですね。前から思ってましたもんね。ちょっとクライアントさんを経由してイラストレーターさんにお願いしてみたいな。完全分業ですからね。ここどうにかできたらもっといいものにできるのにって思ってたところが、最近は、徐々に3社間でもう情報共有した方が、より連携も密に取れるし、いいものを作れるよねってなってるから、本当に今後も多分より良いものが生まれてくるんじゃないかなって思います。本当に今後が楽しみですね。本当にゲストの3人のクリエイターさんが、今まで苦労されてきたからこそ、今本当にね、ライブ 2D を楽しく学べる環境ができてきてるんじゃないかなと思います。はい。では、それではですね、そろそろ終わりの時間となってまいりましたので、最後にゲストのお三方から、プロのライブ 2D クリエイターを目指している方へ、お一人ずつメッセージをお願いできればと思います。では、また、ケフィーさんからお願いします。現在勉強中の方とかは多分特に思うところがあるはずなんですけど、ライブ 2D を触ることで途方もない道のりを感じることも多分少なくはないと思うんですよね。でも、ライブ 2D に対して注いだ熱量とか時間は多分皆さんを裏切ることは絶対にないと思います。
情熱や経験の数だけ進化を発揮してくれるのがライブ 2D のとってもいいところだと思っているので、皆さんもできることに少しずつ挑戦してみてください。振り返るとそれが積み重なって多分大きな一歩になっていると思いますので。ちなみに挑戦のコツは今の実力よりも少しだけ背伸びをしたモデルを作ることです。真上ではなく斜め上に続けることで疲れずに走り続けることができますよ。斜め。いい言葉でしたね。斜め上ということで斜ね。め上ということでね。染みました。熱いメッセージありがとうございました。では続いて、ななめさん、お願いします。はい。ライブ 2D は VTuber だけじゃなくて、アニメーションだったりとか、そういう活動の場とかもすごい広がってきていますし、ライブ 2D 塾とかもあるように、その学びの場もすごく増えているので、挑戦しやすいチャンスだと思います。なので皆さんも積極的に挑戦をして、ちょっとでもいいので、作ったものは公開をして、刺激をし合っていければなと思います。はい、ありがとうございます。ライブ 2D 塾でね、皆さんもぜひ楽しく学んでいただきたいと思います。はい、では続いて、ふみさん、お願いします。ライブ 2D クリエイターを目指している方が増えてきていると思うんですけども、いろんな、今だと学べる機会だったりとか、ネットを探したらいくらでも出てくるので、悩んでるぐらいだったら、もう、ぜひとも実際に手を動かしてみるとか、ライブ 2D を実際にダウンロードしてやってみるとか、いろんなことをやってみるといいと思います。で、それこそ結構学生さんですと、ライブ 2D を実際に教えているような専門学校だったりとかもあるので、そういうところをちょっと実際に体験入学とか、ちょっと覗いてみるとか、そういうことをすることも、やっぱすごい大事だと思うので、今の時代はもう何事も考えるよりも行動した方がとてもいい時代ではあるので、どんどん、恐れずにチャレンジすることがいいと思います。ありがとうございます。まさに行動力のあるふみさんからの大変参考になるメッセージでした。はい、ありがとうございます。皆さん今日は本当にありがとうございました。とっても有意義なお話をお聞きできましたね、キューブさん。楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。視聴者のライブ 2D クリエイターを目指している皆さんも、今日のお話を参考にしつつ頑張っていただけたら嬉しいですね。はい、そうですね。でですね、ゲストの皆さんにはですね、今後ぜひぜひライブ 2D 塾の生配信にも遊びに来てほしいなと思ってます。どうですか？いいですか？はい、ぜひぜひ遊んでいただけるのに。であれば、ぜひぜひ。嬉しいです。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで皆さん、ライブ 2D 塾の生配信もぜひ楽しみにしていてくださいね。これからも楽しくライブ 2D を学んでいきましょう。ということで、ライブ 2D 塾プレゼンツ、アライブ2021クリエイター座談会、ライブ 2D を仕事にする、ライブ 2D プルクリエイターはこうして生まれたでした。せーの。バイバーイ。